ハロー YouTube、どうもしまぶーです。今回 VFC M249 を買った人、これから買う人に知ってもらいたい弱点とその改善方法をお伝えしたいと思います。セーフティー解除後、チャージングハンドルを引き通常分解をしていきます。こちらの動画も合わせてご視聴いただけるとより理解が深まります。ガスタンクを外します。次にハンマーダウンします。テイクダウンピンを引きストックを折ります。リコイルスプリングを押して上に持ち上げて引き抜きます。ボルトキャリアを後方にスライドし引き抜きます。前回のメンテナンス動画で初期の硬いグリスを取り除き、ノズルの動きが格段に良くなりましたが、何度か分解を繰り返していると本来組み付け時に固定されないといけないネジとスプリングの留め具が共回りしてスプリングが壊れてしまいます。留め具に対して固定用の穴が大きすぎるのが原因です。それでは改良後の構造を見てみましょう。本来使われているものはネジなのですが、全ネジとナット、ワッシャーに変更しています。2本のネジを抜いて内部も見てみましょう。改良点はリターンスプリング留め具に全ネジが装着されています。こちらの全ネジの加工方法を後ほど紹介していきます。ちなみに部品本体への加工はないので失敗を気にせず安心です。このように緩めると取り外すことができます。先ほど紹介した通り、ネジとスプリングの留め具が共回りするとスプリングが破損します。現在 VFC から部品供給がないので適合するスプリングをいろいろ試しました。そしてこちらのスプリングを選びました。スプリングを取り出しています。こちらのスプリングから2本の部品を作ることができます。なので失敗しても安心です。こちらのパッケージに入ったものを半分にカットしました。フックがついてない方を2巻きつまんで起こします。フックを留め具に引っ掛けます。このピンですが接着されているのかとても硬いです。無理に抜かず引っ掛けましょう。先端を少しペンチで曲げると安心です。ここからが重要です。こちらの M3 のネジナットワッシャーセットを使います。長さは 20mm です。今装着されているものが M3 の短いキャップボルトをカットしたものですが、長さや全てセットで売っているのでこちらがベストでした。こちらの 20mm のネジをカットして使います。ちょっと硬めなのでワイヤーカッターがあると便利です。カットする際はネジ山を潰さないようにカットしましょう。このように潰してしまうとナットが通らないので使えません。またカット後は先が尖り1山ぐらいは潰れています。そのままではナットが入らないので先端が滑らかになるまで削ります。このように手でスムーズに入るまで調整しましょう。とても重要です。前回ペリカンエアー1615キャリーケースの紹介をしました。あれから気になって5ヶ月、部屋の床にテープを貼ってイメージしたり、1615より少し容量が大きい1650サイズと比べたりしています。
どちらも今回紹介している M249 を分解すると収納できちゃいます。軽量で飛行機の預け入れ手荷物基準サイズの1615エアーか、堅牢な各国警察軍隊で長年愛用されてきた1650か、あなたならどちらを選びますか？あと紹介した金額など大きく間違っていました。こちらと動画概要コメント欄で訂正しました。1615エアーウレタンフォームなし、現在62,000円くらい。こちらでお詫び申し上げます。いいね。1615から1650に、1650から1615に買い替えた、こんなのが欲しい、これがいいよなどコメント欄でいろいろ教えていただけると助かります。さて作業に戻ります。このようにピストンの右側にピンを刺し下側に置きます。そして先ほど作ったスプリング一式を入れます。このようにスプリングの輪がピンの位置に来たらピンを押し込みます。両手が塞がっているので机でピンを押し込みました。スプリングにちゃんと入っているか確認します。問題なくつけることができました。ピンをポンチで叩いて最後まで押し込みます。次に先ほど作った全ネジを留め具につけます。手締めだけでいいです。ネジロックも使いません。次にメンテナンスがてらオーリングやその周りにオイルを塗ります。スプリング後端の留め具にもオーリングをつけてオイルを塗ります。ピストン一式をシリンダー内部に入れます。すると全ネジが出てくるのでワッシャーナットの順で組み付けます。このようにナットが簡単に回るように加工段階でネジ山を整えることが重要です。最後に締め付けて完成です。少しスプリングが長かったようです。4ミリくらい戻りきれていないのでもう一度分解して調整しました。カットまたはスプリングの端を内側に曲げて長さを調整することもできます。これぐらいしっかりと戻りきれば完成です。最終的に全ネジの長さはこれぐらいが分解メンテナンスしやすそうです。この長さがあればもしスプリングの留め具が共回りした場合にこのように先端を挟んで固定することでナットを締めたり緩めたりすることができます。メンテナンスのことを考えるとネジロックはおすすめしません。緩みが気になる場合は長さに余裕があるのでダブルナットがいいかもしれません。ボルトキャリアを組み込む際にはトリガーを引いて奥まで差し込みます。リコイルスプリングは差し込んで上から下に引っかかるように取り付けます。最後にマガジンを取り付けて完成です。構造上の問題で少し手間のかかる M249 ですが、このようにガスブローバック M249 を出してくれたベガフォースカンパニーに感謝です。チャージングハンドルを引きボルトが交代しても十分なスペースがあるので干渉などはしません。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。